上昇トレンドで押し目買いをすると下降トレンドへ転換する。下降トレンドが始まったと思って戻り売りをすると上昇トレンドへ転換する。相場の流れの方向に沿ってエントリーをしているはずなのになぜか流れに乗ることができない。上位足を見ていないのでは。いやいや、エントリーの時間軸だけでなく、上位足も確認しているのにトレンドフォローがうまくいかない。もしかして手法が合っていないのでは。そう思う方もいらっしゃるかもしれません。このように自分がトレンドフォローをするとトレンドが転換していく現象は、初心者の方だけでなく、ある程度テクニカル分析を知っている方であっても混乱する問題の一つですが、相場の波を見ていないためにこの現象に繰り返しハマってしまう方は多いです。そこで今回の動画では相場の波という観点からまずトレンドフォローするとトレンド転換しやすいのはどういう場面なのか、その2つの原因を解説し、同じ問題に合わないようにどうやって防ぐか、その対策をお話ししていきます。原因が見えれば対策もしやすいですので、今回のケースに出くわすことが多いと感じている方は、次回チャートを見るときに参考にしてみてください。では最初にトレンドフォローをしていても失敗しやすい原因から見ていきましょう。まず一つ目の原因は、波のサイクルを見ていないというものです。これを理解するために実際のチャートの例を使ってよくあるトレンドフォローの失敗場面を見ていきましょう。こちらはユーロドルの週足チャートを表示しています。2025年6月付近のデータです。チャートにはスイングハイとスイングローを表示しています。ここの部分で上昇トレンドが発生していることが確認できます。続いて日足を見ていきましょう。日足でもこのように上昇トレンドが発生していることが確認できます。では続いて4時間足を見ていきましょう。4時間足でもこのように上昇トレンドが発生しているということがわかります。週足が上昇トレンド、日足も上昇トレンド、そして4時間足も上昇トレンドということで、上位足と下位足の方向性が揃っている状態です。そして今この4時間足上で見ると、ここの直近の高値を超えてきていますので、ある程度下がってきたところから押し目買いを狙ってエントリーをしたというふうに仮定したいと思います。このように今少し下がってきましたので、このあたりから押し目買いを狙って買いのエントリーというふうにしたいと思います。損切り位置はここの直近の安値の下として、その後の様子を見ていくと、今回は伸びていかずに損切りとなってしまった場面です。日足でもその後の様子を見てみると、ここの安値を下にブレイクしています。この安値は押し安値と呼ばれる安値で、これを下にブレイクしたことによって、今下目線に転換し、かつこのように高安切り下げの流れに転換した場面ということになります。週足でも日足でも4時間足でも上昇トレンドの状態で、その方向に沿ったエントリーということで、一見良さそうに見えるんですが、これの何がまずいかというと、トレンドの終盤で買っているっていうことなんです。どういうことかをこちらの図で解説していきたいと思います。まずトレンドにはフェーズというものがあります。こちらはダウ理論が提唱しているトレンドの3フェーズというもの。上昇トレンドは蓄積、酸化、加熱の3段階のフェーズを経て、下降トレンドは分配、酸化、混乱の3フェーズで推移するというものです。冒頭の例のようにトレンドフォローしたらトレンド転換に巻き込まれてしまうという問題は、この3つの段階のそれぞれにいる相場参加者の心理を考えてみると分かりやすいですので、そこを見ていきたいと思います。まずこの蓄積というフェーズなんですが、ここは一部の先見の明のある投資家が参加してくるフェーズです。この時点ではまだトレンドは始まっていませんが、機関投資家と呼ばれる人たちがこのあたりから少しずつポジションを構築していきます。そして次の参加フェーズですが、この段階になると上昇トレンドが始まったことを見た投資家たちが参加してくるフェーズということになります。さらに次のステージが加熱フェーズです。ここは文字通りトレンドが加熱してきた段階ということになるんですが、この段階になると誰が見ても明らかな上昇の形というのが目に見えてわかるので、それほど投資やトレード経験がない層であったりとか、普段は投資にそれほど関心のない一般層が新たに参入してくるフェーズということになります。同時にこのフェーズというのは先行する投資家たちが利益確定をし始める段階でもあります。先行する投資家たちというのは誰かというと、ここのトレンドの初期から参加してきた人たちです。この人たちというのは相場が上昇して含み益がたっぷりとある状態ですので、常に利益確定のタイミングを狙っているわけです。まだトレンドが始まっていない時から少しずつ買い集めてきた投資家たちは、それを徐々に売って利益確定をしたいわけなんですが、売るためには誰か買ってくれる人がいないといけませんよね。市場というのは買い手と売り手のマッチングで動いていきますので、売る時には買い手が必要です。ではその買い手はどこにいるかというと、まさにここでトレンドが過熱してきたのを見て買いたいと言って参加してくる人たちです。ちょっと言葉は悪いですが、このトレンドの覇者ともいえる初期から参加している人たちというのは、このトレンドがだいぶ進展してきたところで価格が高くてもいいから買おうとしている人に対して売りつけるわけですね。
このようにトレンドの初期からの参加者たちが利益確定を始めると、次第に上昇の勢いというのは衰えていきます。それまで特にこの参加フェーズのトレンドの中期の頃までは非常に力強く上昇していたのが、次第にその勢いが衰えてくると、今度は別の層が懸念し始めます。それがこのトレンドの中期から参加してきたそうです。おかしいな、最近相場の勢いがなくなってきた。そろそろトレンドの終焉も近いのかもしれない。そう考えて、このトレンドの中期の参加者たちもこぞって利益確定をし始め、それに伴って相場は下落を始めます。こうして上昇相場は終わりを迎え、今度は下降トレンドに転じていく。これがトレンドが始まってから終わるまでの一連のサイクルなんですが、つまりトレンドの終盤で参加するというのは、必然的にトレンドの初期や中期の参加者の利益確定に巻き込まれ、トレンド転換に遭いやすいということなんです。ダウ理論というのは今から100年近く前に誕生した相場理論なんですけれども、これをもとに様々な実践方法が考案されたりと、その元になっている古典です。今回の動画でダウ理論を初めて知ったという方は、こちらの動画でさらに詳しく解説していますので、合わせて確認してみてください。さて、このトレンドの終盤で相場に参加するということ。ここには人間の心理的な影響も大きく関わっているんですが、数あるトレード系書籍の中でも、バイブルとしての評判も高いデイトレードという書籍の中で、このことを非常によく表したエピソードがあります。投資でもトレードでも相場に関わるなら必ず知っておくべきことなので紹介したいと思います。街の中をバンドワゴンが通りかかります。バンドワゴンからは楽しそうな音楽が流れ、ワゴンの後ろには何人かの人が乗っており、楽器を演奏したり、ダンスをしたりしています。まだそれほど人数は多くありませんが、とても楽しそうです。沿道でそれを見ていた人たちは、愉快な音楽と楽しそうな光景に抗うことができずに、ワゴンの後ろに次々と飛び乗っていきます。その後もバンドワゴンが進むにつれて、宴に参加する人が増えてきますが、最初から宴を楽しんでいた人たちは徐々にワゴンを降りて離れていきます。それでもワゴンは前に進み続けますが、ワゴンに飛び乗る人が増えたせいでスピードが落ち、前に進むのが困難になります。バンドワゴンのスピードがゆっくりになったことで、さらに多くの聴衆が参加できるようになります。しまいには群衆に囲まれてワゴンが動けなくなり、完全に停止すると、さらにワゴンに飛び乗る人々が増えます。しばらくすると、重荷に耐えられなくなったワゴンは後退を始めます。そしてワゴンの後ろにいた人たちをなぎ倒します。演奏はやみ、何が起きたのか人々は困惑します。その間もワゴンはさらにスピードを上げて後退を続け、ワゴンに乗っていた人々が次々と投げ出されます。最後までワゴンにしがみついていた人々を振り落とした後、ワゴンはまた徐々に速度を落とします。すると、どこからともなくやってきた一軍がワゴンへ飛び乗ります。実は彼らは宴が熱狂的になる前に静かにその場を離れていった人たちでした。さあ宴の始まりだ。そう言って彼らは再びバンドワゴンを前に走らせるのでした。バンドワゴン効果。多くの人が支持しているものに対して群衆が乗り遅れまいとして同じ行動をとる心理的現象のことですけれども、投資やトレードの世界ではこれがトレンド終盤でのエントリーとして現れます。人間は安心を求める生き物だと思います。初動ではまだ不安で入ることができない。でも誰もがこれは本物だと確信したとき、そこが実は最も危険なポイントになります。大勢がこぞって宴に参加しているとき、宴は終わりに近づいている。相場でも同じことが起きます。トレンドが発生していることしか見ていないと、トレンドの終盤に飛び乗ってしまうことになります。よくですね、株とかビットコインとかの価格がものすごい上昇して、投資と関係のない一般のメディアとか週刊誌とかで扱われ出すと、もうその頃は危ない、下落の前触れだということを聞いたことがある方いらっしゃるかもしれませんが、この過熱フェーズ、トレンドの終盤というのはそういった状態に該当する段階ということになります。そしてこのトレンドが3段階で進行していくというのはダウ理論に限った話ではありません。波動理論として有名なエリオット波動理論では、相場を5つの波で推進し、3つの波で調整するという5波3波のサイクルを提唱しています。この5波で推進するという形もダウ理論の3フェーズと同じですよね。次はこちらです。こちらは日本発祥の波動理論として有名な3段上げ、3段下げの理論ですが、相場は3段階の上げで上昇し、3段階の下げで下落するというダウ理論と同様のことを提唱しています。つまり、これら3つの相場理論だけを見ても、3段階目の上昇、波のカウントでいけば、1、2、3、4、5波目というのはトレンドの終盤として意識されやすいということです。そしてトレンドの終盤の最後の買い手というのは、必然的にトレンドの初期、中期からの市場参加者の利益確定に巻き込まれやすくなる。だからトレンドフォローしても転換に巻き込まれるリスクは他のフェーズに比べると高いということになります。トレンドを読む上でスピードや勢いよりも大切なのはその位置です。
トレンドには初期、中期、後期という3つのフェーズがある。現在のトレンドはどのフェーズまで進んでいて、自分はどのフェーズで入っているのかを認識できるかどうか、それがトレンドフォローの成否を分ける一つの鍵となります。では続いてトレンドフォローの失敗につながる2つ目の原因を見ていきましょう。2つ目は調整波をトレンドフォローしているです。実際のチャートを使ってこのような場面を考えていきたいと思います。こちらのチャートは先ほども用いたユーロドルの冷やしです。まさにトレンドフォローのおしめ買いが失敗した後の状態を示しています。このように上昇トレンドが推進していたところから、今度はこのように高安切り下げの下降の流れにシフトしてきたところです。先ほど原因の一つ目のところでトレンドの5波目はトレンドの終盤に該当するというお話をしました。今の状態でここの部分の波を数えてみると、1、2、3と3波目が進行しているように見えます。この波を捉える時のコツについては後半で詳しくお話ししますので、一旦このまま進めたいと思います。3波目ということはまだ5波目がスタートしていませんので、これはまだトレンドの終盤ではない。ちょうどここを起点にして高値安値の切り下げが開始している。ということは、これから下降トレンドがさらに進んでいくんではないか。ダウ理論の下落トレンドの3フェーズ、3段下げにもある通り、これから4波、5波と進んでいくのではないか。そう考えて戻ってきたところから5波目を狙って売りとすると、はい、そこから再び反転上昇していって損切りになってしまいます。今の場合は損切り位置をここの高値の上、もしくはここの高値の上、どちらにおいてもおそらく損切りになってしまっている場面でしょう。ここの上昇トレンドの場面で押し目買いをして損切りになった。ということはトレンド転換が発生したと思って、今度は下降トレンドについていって売りを狙ったらまた上昇トレンドに転換して損切り。本人は相場の動きについていってるつもりなのに、相場の動きと自分のエントリーが合っていなくて連敗がかさむという典型例だと思います。ではこれの何がまずいのかというと、調整波の5波を狙っているということなんです。今回の例は2つの話が関わっていますので、順番に整理していきましょう。まず1つ目は調整波とは何かという点です。相場には推進波と調整波の2種類が存在します。例えば図の左側にあるようなこういう上昇トレンドが発生している場合、推進波というのはこのようにトレンドを推進させる方向の動きの波ということになります。調整波はそれと反対方向に動く波です。こういう場面の動きを押し目とか調整場面と言いますけれども、その調整局面の動きと言い換えてもいいです。同様に下降トレンドの場合は、このトレンド方向に沿って下側の方向を推進させる波のことを推進波。調整波はそれとは反対方向に動く波です。単純に上方向の動きが推進、下方向が調整と覚えてしまうと、トレンドの方向が変わった時に間違ってしまいますので、あくまでトレンドの方向に沿って把握するという点に注意してください。トレンドを推進させる波が推進波、その逆が調整波です。推進調整を見極めるためには、まずトレンドをしっかりと見極められるかどうかが前提となります。トレンドの見極め方がまだ自信がないという方は、こちらの動画で基礎の基礎からお話をしていますので、合わせて確認してみてください。では調整波の考え方を押さえたところで、先ほどのチャートに戻って見ていきたいと思います。このチャートですね、日足で見ると確かにこの部分、高値安値切り下げが発生しています。下降トレンドがスタートしています。ただしこれを上位足である週足で眺めてみるとこのようになります。この青のボックスで示したところが先ほど日足で見た下降トレンドの部分、何か気づいたことはありますでしょうか？ここの部分というのは先ほど解説した調整部分に該当するということです。週足で見るとこういう上昇トレンドが発生していますよね。そして上昇トレンドが発生しているとき、その方向に推進する動きを推進波、その反対の動きを調整波と呼ぶのでした。そしてこれが重要な特徴なのですが、調整波は3波で終了することが多いというものです。いくつか例を見ていきたいと思います。同じ週足を使って今このオレンジのボックスで示したところですね。ここの部分も調整ということになりますが、この部分の動きを日足以下で見ていきましょう。まずはこの右側のオレンジのボックスの部分です。ではこのオレンジのボックスの動きに注目をしてください。ここの高値と、ここの安値と、ここの安値に注目をすると、ここの安値を切り下げて、ここの高値からこのように高値を切り下げて、ここにスイングハイはできていないですけども、波としてはこのような下降の波を見ることができますよね。1、2、3となって、ここの安値をつけた後にそこから上昇に転換しています。ということで、ここの調整の部分は3波で終了しています。では今度はこちらの週足の左側のオレンジのボックスの部分を見ていきましょう。こちらが日足の様子なんですが、左側のオレンジのボックスのところに注目してください。このような波を描くことができます。これも1、2、3波ですよね。
で、日足だとうねりが少ないので、そういう場合は4時間足にするとよりわかりやすいと思います。こちらが4時間足の様子なんですが、このような下降の波を確認できると思います。そして1、2、3波の下降が終わった後にそこから上昇に転じていることがわかると思います。では今度は日足のトレンドに注目して見ていきましょう。先ほども確認した通り、日足でもこのような上昇トレンドが発生しています。今度はここの赤の丸で印をつけた部分、ここも調整部分ですが、ここの部分の動きを4時間足以下で見ていきましょう。チャートの真ん中部分、先ほど赤の丸で印をつけた部分に注目をしてください。ここにもこのような下降の3波を確認することができます。この部分も1時間足で見るとさらにわかりやすいですので、1時間足を見ていきたいと思います。先ほど描いたように、こういった下降の3波の動きを見て取ることができると思います。で、波を把握するときのポイントなんですけども、まずは相場の動きを大きく捉えるっていうことですね。ここの部分もスイングハイとスイングローがいくつか発生していますけども、その通りに細かくジグザグを追っかけていくというよりかは、今この太い青の線で示したように相場の動きを大きく捉えるつもりで、まずは波を把握するというのがポイントになります。そしてこの下降の3波の後の動きを見ていただきたいんですけども、ここでつけた安値を最後に安値更新が止まっていることがわかると思います。この部分というのはレンジになっていますよね。ということで3波の後は安値更新が止まってしまっています。例えば皆さんが上位足の状況を一切確認しないで、この1時間足のチャートだけで下降トレンドが発生しているということを確認して、戻ってきたところから戻り売りという風にやっていると、よくて縦値で逃げ切れるか、もしくは損切りになる場面ということになります。これも下降トレンドが発生していることを確認して、トレンドフォローで戻り売りをしたらトレンド転換していった。実は狙っていたのは調整派だったということの一つのパターンです。では続いて2つ目のお話です。この調整が3波で終了することが多いという相場の特徴ですが、先ほどダウ理論のところで紹介したトレンドの3フェーズ、または3段上げ、3段下げのお話と合わないですよね。この下降トレンドの3フェーズとここまで見てきた調整の3波の関連ですね。そこをどうやって見ていったらいいかっていう点なんですけれども、ダウ理論に関する記述を見ると、トレンドの3フェーズというのは強気相場、ブルーマーケットや弱気相場、ベアマーケットのような主要なトレンドに関するフェーズと記載があるので、今回のような押し目を形成する調整局面の動きには当てはまらないんじゃないかというように僕は解釈しています。おそらく3段上げ、3段下げも同じ考えで主要なトレンドに関するものだと思います。ということで、ここまでのお話をまとめると、確かに上昇トレンド発生時の調整局面は、買い足で見ると下降トレンドになることが多いです。ただその下降トレンドを波という視点で見ると、3波で調整が終わることが多い。だから調整波の5波目をトレンドが発生しているからといって何も考えずにそのまま追いかけると、調整が再び終わってトレンド転換していく動きに巻き込まれて失敗しやすいということです。ここまででトレンドフォローすると失敗しやすい原因について波の観点から見てきましたが、ここからはではどうやって対策をしていけばいいのかを解説していきます。繰り返しになりますが、ここでお伝えすることも絶対そうなるというわけではありません。あくまでガイドラインとして見極めの参考にしてください。まずはトレンドの終盤5波目の見極め方です。まずはトレンドの発生を確認します。今回は上昇トレンドを例にとって解説していきますが、下降トレンドの場合も同じです。ではこの動画の前半で取り上げたユーロドルのチャートを使っていきたいと思います。まずはこのチャートの上位足の状況を見ていきましょう。こちらが月足の様子なんですが、このようにずっと下降していたんですが、ここで安値更新したのを最後にして、このような高値安値切り上げの流れが発生し、上昇トレンドがスタートしたところにあります。続いて週足の様子ですが、週足は先ほども確認したように、このような上昇トレンドが発生している状態です。続いて日足の様子です。チャートの左側から上昇が発生して、ここで一旦調整のような動き、先ほど解説した調整波のところですね。そしてそこから再び反発して、このような上昇トレンドが再開しているところです。まずはこのように上昇トレンドがスタートしているところを見つけます。はい、そうしたら次はステップ2です。上昇トレンドの高値安値の切り上げの起点を見つけます。そしてそこを1波目とします。今回の場合ですと、ここの安値とここの高値、そしてここの安値を起点に上昇トレンドがスタートしていますよね。ですので、ここの動きを1波目として見るということですね。続いてステップ3です。次は3波を見極めます。3波の目安としては、1波目の高値にフィボナッチを引いた時のフィボナッチの 1.618 以上、または 2.618 の付近で反落したところを目安とします。今回の例ですと、ちょうどここがフィボナッチの 1.618 のところに到達して、そこから反落して、このような山を築いていますので、ここを3波として仮定します。はい、そうしたらステップ4なんですけども、
3波の高値を超えていく動きを5波として仮定します。今回で言うと、ここの部分の動きですね。そして5波の確認ができたらトレンドの終盤が近いかもしれないというように警戒する。こういう順番で見ていきます。今回のケースで言うと、5波まで確認できた後にこのような調整が発生しているということがわかります。今開いているチャートで上昇トレンドが確認できる。さらに上位足でも上昇トレンド。上位足と下位足の方向が一致していても、こういったトレンドの進展具合を見ていないと、このように調整の動きに巻き込まれてしまうということにつながります。正直な話ですね、このように5波が確認できる状態からさらに上昇していく形なんていくらでもザラにあります。ただここでのポイントというのは、今がトレンドの初期なのか中期なのか、それとも終盤に差し掛かろうとしているのか、それを意識できているかということ。たとえトレンドの終盤の可能性が高いと認識できていても、それでもさらに上昇を狙っていくのは各トレーダーの判断の問題。それで失敗になった場合と、全くこういうことを知らないで盲目的にトレンドフォローして損切りになった。なんでだろうって悩むのとでは大きな違いですよね。今お伝えしたやり方で波を見ていくだけでもトレンドのフェーズに注意することができますし、不用意なエントリーを防ぐことにもつながりますので、次回チャートを見るときに意識してみてください。ではこのまま続けて、今度は調整波の見分け方を解説していきたいと思います。今さっき使ったユーロドルのチャートを使って見ていきたいと思いますが、調整波を見分けるときにまず重要なのは上位足から確認していくということです。なぜかというと、推進波か調整波かは上位足との兼ね合いによって異なる解釈ができるからです。こちらは別の期間のユーロドルの4時間足ですけれども、ここもですね、この部分が上昇トレンドになっています。ここにある戻り高値も抜いてきている状態です。4時間足で見ると上昇トレンドなので、推進、調整、推進と上方向の動きが推進派ということになりますが、ここに印をつけてですね、上位足である週足を見ていきましょう。こちらが週足の様子ですが、先ほど印をつけたところがここです。週足見ると下降トレンドですよね。つまり下方向に向かって推進しているので、この紫の印をつけたところというのは週足から見れば調整波ということになります。このように4時間足で自分が推進波と調整波を認識していたとしても、実はこの部分の動きというのは週足から見ると調整波であるということが発生するからです。そして今回のケースに関しても、ここで戻り高値をブレイクしているし、上昇トレンドになっているから、さらに上がっていくかもしれないと言って、このあたりから押し目買いとしていくと、そこから下がっていって、終わってみると、ここで3波で上がった後、下降トレンドに転じていったという形になります。で、もしこの時点で皆さんが週足の状況を把握できていれば、4時間足は確かに上昇になっているけれど、ここは週足では調整部分に該当すると見れるので、じゃあ次下がってきたところは押し目になるかどうかは怪しいから気をつけようってできますよね。で、繰り返しになりますけれども、そこまで環境認識として波を把握した上で、それでも買いを狙っていくというのは自由です。トレードって何をやっても自由ですから、大切なのは波の観点でも見立てを持っておくこと、シナリオというやつですね。ちょっと話が脱線してしまいましたが、というように推進か調整かは上位足の波と比較して相対的に把握すべきものなので、必ず上位足から確認していく必要があるということになります。で、上位足の一番上は月足ということになるので、先ほど月足を確認した時の状況を再確認すると、今このような上昇トレンドがスタートしたところにあるので、月足で見ると上方向が推進と見ることができます。週足に関してもこうした上昇トレンドになっていますので、上方向が推進。日足も同様ですね。上昇トレンドが発生しているので、上方向が推進、下方向が調整ということになります。では調整波の見方を見ていきましょう。まずステップ1ですが、上位足でトレンドの方向を見極めます。これはここまで解説してきた通りです。次、ステップ2ですが、対策の1つ目で解説したのと同様の流れで3波または5波を特定します。今回はここを3波として見てますので、その後の調整の動きを見ていきたいと思います。次はステップ3です。買い足に切り替えて押し安値のブレイク、もしくは高値安値切り下げの形を見つけます。では実際にここの部分の動きを4時間足で見ていきましょう。こちらが4時間足の様子なんですが、このように高値安値切り下げの形を見ることができます。そしてステップ4ですが、先ほどお伝えした2つの形のいずれかを確認したら、上位足のトレンドに対する調整の可能性を考えます。そして調整波の進行具合を見ます。今回のようにすでに3波の発生が確認できている場合は、調整の1、2、3波がすでに発生しているというふうに考え、そこからの5波は無理に狙わないというものです。今回は下降の3波目まで確認できますが、そこからは安値更新が止まって上昇転換。5波目を狙っていると担がれて損切りのパターンです。
では今度はここの5波の後の調整の動きを見ていきましょう。今回は4時間足の動きが細かいですので難しいですが、例えばこの時点で1、2、3というふうに数えていたとすると、このようにそこから戻って5波目の動きを取れていた可能性はありますが、ただその後の様子を日足で見た場合はまた景色が異なります。少し時間を進めた後の日足の様子ですけれども、このように1、2、3と3波を形成した後は反発上昇していますので、5波目を狙って売りを狙っていると損切りになる場面です。ということで、調整波を見極める上で重要なのは、どの時間軸での調整なのかのシナリオを持っておくこと。例えば、この3波の後の調整というのは、日足でこのように動いた後のこの3波の部分に対する調整が4時間足レベルで起きているというふうに見る場合は、4時間足での5波目は狙わない。一方で5波のこの後の調整のように、日足で1、2、3、4、5と動いた後のこのトータルの動きに対して同じ日足での調整が起きているというシナリオであれば、その5波目は無理に狙わないといった具合です。今回のケースはさらに週足で見るとこのように大きく上昇してきている場面。ここから一時的に下がったとしてもそれが調整で終わる可能性はある。だったら3波の後には少し注意をするというふうに見ればいいと思います。日足まではしっかりと見るという方多いと思いますが、週足はどうでしょうか。ここまで見てきたように波は複合的にできているので、一つ上の上位足を見ればなんとかなるというものではなくて、今回紹介したように上から順番に見ていく必要があります。週足はたまには見るけど、波の視点では見ていなかったという方は、ぜひチェックするようにしてみてください。でもちろん自分では調整じゃないかと思っていても、実際はそこが新たな下降の推進波のスタート地点になるということはあります。それは相場なので、正しいのは常に相場の動きですから仕方がないのですが、ただここで重要なのは、今の動きは推進なのか調整なのか自分の見立てを持っておくこと。そしてその通りに動いていけば特に問題はないわけですし、調整から推進への転換にうまく乗れれば利益に変えることもできる。そうならなかったら切ればいいだけ。大切なのは波の観点でもシナリオを持っておくことだと思います。トレンドフォローでうまくいかないと思ったら波を見る。トレンドフォローというのはやたらにその動きを追うことではなくて、波の種類やフェーズ、リズムを見極めて現在地を知ること。波を見ずにトレンドを追うのは地形を無視して泳ぐようなものです。流れの方向に身を委ねていたら、そのまま滝壺に向かって真っ逆さまなんてことにもなりかねません。今まで相場の波を意識してこなかったという方、まずは波の視点で現在地を把握すること、そして推進と調整をチャートから探すことから始めてみることをお勧めします。波の捉え方に関する動画のプレイリストも概要欄に貼ってありますので、合わせて参考にしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。